放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第61話。これが天才魔法使いの戦い。放たれた氷の甲が地を走り、たちまち3匹の魔物は氷像と化したはずだった。だが力は暴走し、氷槍は制御を失って四方に弾け飛んだ。行く煙とともに氷の破片がはぜ、鋭いかけらが容赦なくセレスの腕と頬を裂く。体勢を崩すセレスの前にルベリアが飛び込んだ。杖を振るうより早く、指先で風を呼び、薄い膜のような障壁が張られる。氷片はその表面で吹かれ、鈍い音を立てて散っていった。セレス、大丈夫です私。平気、そう言いかけて、セレスは息を詰まらせる。頬に触れた指が赤く染まっていた。ルベリアは素早く傷口を確認し、応急の回復魔法を施す。彼女は氷魔法こそ得意ではないが、精霊術や結界、錬金まで多岐にわたる万能型だ。温かく柔らかい光がセレスの腕を包む。無理に抑え込もうとしたわね。責める響きはなかった。ただ事実を告げる落ち着いた声。ごめんなさい。守るつもりが。違うわ。ルベリアは首を横に振る。あなたはちゃんと守ろうとした。呼びかけに応えたからこそ。精霊は動いたの。ただ力が多すぎただけ。セレスは目を見開いた。村では危ないからやめなさいと言われ続けてきた力だ。祖母でさえどこか怯えた目で見ていた声。それをこの人は否定しない。私強くなりたいです。声が震えた。精霊とちゃんと話せるように、力を怖がらずに使えるように。ルベリアの口元がわずかに緩む。いいわ。そして少しだけ意地悪そうに続けた。じゃあここで終わりじゃないわね。これからもっと厳しくするけど覚悟はできてる。はい、即答だった。血のにじむ手を強く握りしめる。痛みは残っているけれど、それ以上に胸の奥が熱かった。それからの数日、ルベリアは自らの得意分野を応用しながらセレスに氷魔法の制御を徹底的に叩く込んだ。風の流れで魔力を整え、はかりの粒で集中を研ぎ澄ます一見すると氷とは関係のない訓練だったが、セレスには不思議としっくりきた。精霊と話すのが先よ。魔法は後でついてくるわ。ルベリアはいつもそう言った。夕暮れの絶霊、赤く染まる山肌を背にセレスは杖を構える。以前のような焦りはない。呼びかけはもはや風のささやきではなく、自分の胸の奥から湧き出る声になりつつあった。もっと私はできる。少し離れたいは陰でルベリアはその姿を見守っていた。風に揺れる赤みがかった髪、細められた眼差しは師として、そして魔法使いとしてのそれだった。やっぱりこの子は特別なんだわ。この山が、そして精霊たちが最後に選んだ子なのかもしれない。絶霊の空に薄いオーロラが浮かんでいく。まるでセレスの未来を祝福するかのように、静かに揺れる光の帯が天を飾っていた。その日、絶霊の村はこれまでにない重苦しさに沈んでいた。村の中心に据えられた祭壇、そこに祀られているのは古代より受け継がれてきたつららの盾。伝説では氷鱗をバルスルグと対峙した勇者が最後まで手放さなかった防御の象徴だと言われている。その盾が放つ力は長い年月を経て確実に衰えていた。結界の膜には細かな亀裂が走り、淡い光が脈打つたび、まるで凍った湖面が砕けていくようなかすかなくしみが響いた。その音は小さい。だが確かに終わりが近づいていることを告げていた。村人たちは息を殺し、
集めていた。ルベリアは隠して天才と呼ばれた魔法を使い、ジャミが買った赤銅色の紙を揺らし、彼女は杖を構えた。全属性の魔法を操り、スフタの魔法書を読み解いたその実力は、伝説の勇者に続く希望そのものとされていた。氷魔法こそ専門ではないが、それでも彼女の魔力制御と魔法の精密さは圧倒的だった。やっぱりもう限界ね。祭壇の前に立つルベリアは短く息を整えた。村人たちの恐怖に満ちた視線を背に、ありったけの魔力で結界を維持している。だが精霊の加護が薄れた今、たとえ氷精霊に選ばれし一族の末裔であっても、かつてのような大規模な結界を操ることはできないだろう。ルベリアの魔法は万能型。それは強みであると同時に、ここでは重荷だった。氷に特化していない分、結界の維持は想像以上に過酷だった。ルベリアさん大丈夫ですか？駆け寄ったセレスに、ルベリアは一瞬だけ弱い笑みを見せ、すぐに祭壇へ視線を戻した。セレス、ここから離れて。でもダメ。維持できないかもしれないわ。あなたにはまだ。その言葉をかく消すように結界が派手に破裂した。冷たい風が一気に流れ込み、ゆく煙の向こうから黒い影が這い出てくる。狼のような姿をした魔物たち。長い牙と凍った鱗を持つフロストファングの群れだった。ルベリアはとっさに杖を振り、炎の宿風の斬撃を混ぜた魔法を放つ。人風を得意とする彼女にとって最速で敵を牽制できる手段だった。しかし群れは止まらない。結界の庇護を失った今、彼女一人で防ぐのは無謀に近い。ルベリアさん大丈夫よ、私がやる。短く告げると、周囲に魔法陣がいくつも浮かび上がる。炎と風の葉、石槍の列、全属性を同時展開する高等術主義。大人たちが立然とするほどの光景だった。方向とともに押し寄せるフロストファングの群れに、魔法の葉が叩く込まれる。炎と風がはぜ、ゆく煙が巻き上がり、数十体の魔物が吹き飛ばされた。セレスは思わず言葉を失った。師匠の力がこれほどまでとは。ルベリアはさらに杖を振り抜き、雪を竜巻のように舞い上げて群れを散らし、氷の杭で連鎖的に敵を凍らせた。精霊の加護は弱まっているはずなのに、それでも彼女の魔法はまるで氷そのものを支配しているかのようだった。これが天才魔法使いの戦い。幼いセレスの胸に言葉にならない感情が渦巻く。憧れと震えと、そしてだがどれほど圧倒的な力を振るおうとも羽鳥で守りきれるものではなかった。つららの盾の結界は目に見えて崩れ続けている。裂け目から魔物は途切れることなく押し寄せ、絶霊の村はゆっくりと喉元まで追い詰められていった。ルベリアは一歩も退かない。魔力を削りながら歯を食いしばり、杖を振るい続ける。けれどセレスの目にはそれがはっきりと見えていた。揺らいでいるあの鳩の背中が誰よりも強く、誰よりも前に立つ師匠。その背がほんのわずかに傾いている。息が荒くなり、動きに迷いが混ざり始めている。このままじゃ私が行かなきゃ。胸の奥がひりつくように痛んだ。考えるより先にセレスは祭壇へ駆け出した。セレス、いちゃダメ。ルベリアが振り向く。だがその声が届くより早く、ガキンと祭壇の中央でつららの盾が音を立てて崩れ落ちた。霊気が爆発するように広がり、結界の残滓がゆく煙となって舞い上がる。裂け目の向こうから魔物の群れが再び雪を蹴った。セレスは足を止めなかった。ただ必死に師匠の背中だけを見つめ続ける。炎も風も
その姿は確かに圧倒的だった。けれど今は限界に近い。裏の人々がすがる視線を送る中で、ただ一人自分だけが知っている師匠の弱さと孤独をお願い。もう少しだけ。ルベリアは魔力をさらに絞り出す。核から汗が流れ、白い息が濃くなる。その背を見つめ、セレスは胸が熱くなるのを感じた。師匠はどんな時でも背筋を伸ばし、誰より先に動く。氷魔法が得意ではなくても全属性を使いこなして戦う。セレスの知る誰よりも勇敢で、誰よりもシーソーを持っていた。だが今、その背中が細く見える。揺らぎ、倒れそうに見える。セレスの心臓を激しく打った。ルベリアは氷壁を張ろうとするが、腕は震え、杖が小刻みに揺れ、火花のように魔力が散っていく。そしてついに魔物の牙がやめてー。セレスは叫んでいた。自分でもどうしてあんな声が出たのかわからない。ただ胸の中で何かが吹けたように全身に冷たい力が満ちた。次の瞬間、風が止まった。雪が舞い上がり、空気そのものが凍りつく。精霊様を願い、セレスは両手を胸の前で組み、必死に祈った。幼い頃から聞こえていたあの声。今その声がこれまでになく鮮明に響いていた。私たちはここにいる。それを手放して、私たちを感じて。熱い涙が頬を伝う。怖さと悔しさ、そして師匠を守りたい。その一心だった。私に力を貸して。精霊たち。青白い光がセレスの足元から立ち上る。小雪が星屑のようにしばたき、髪も瞳も淡い氷色に染まっていく。空気が震え、氷のささやきが形を持ち始めた。次の瞬間、ザーン。セレスの周囲に無数のつららが突き上がった。鋭い針のようなそれは一瞬で連なり、熱い氷壁となって魔物たちの突進をせ